なんかさ、人がいないはずの惑星に住んでる機械の体を持った人が住む場所だから、ダフテスでバルカの船を見た時みたいにすごい構造の建物とか期待してたんだけどさ。なんというかあれだね、完全に街道沿いの掘ったて小屋って感じがするよ。ルバーリカにもこういう家はよくあった。これは紙の本、いや雑誌か。雑誌？複合的な読み物だよ。テーマに合わせて大勢の人間の文章や写真が掲載される形式の本だ。これは表紙から察するに科学技術をテーマにした雑誌だろうが。おじさんの顔の後ろで何が火を吹いて飛んでるの？おかしいです。どうしてこんなところにそんな雑誌が？信じられない。何もかもが記録にある通りだ。ミスターケビン、確認させてくれ。ミスターは、いや惑星ラーザとはもしや。父が私のようにして生きていたらきっとあなたと会いたがったことでしょう。バルカ S90。 ではやはり。ええ、お察しの通りです。俺たちは全く何もさせてねえんだが、どういうことだ。さっきからなんでバルカとコロと艦長はうろたえまくってんだ。まさかお前らケビンを知ってるとでも言うのか。知り合いというのとは少し違う。だがミスターケビンの父上と我が父はおそらく見知った間柄のはずだ。あ？そうですか。あなたは彼の娘さんだったのですね。どういうことだ。モーフィスの戦士とやらの任務でお前の父親がアズライト星系まで来ていたとでも？正確に言えばバルカさんのお父様は惑星ラーザに降り立ったことがあります。ですがアズライト星系にいらっしゃったことはありません。わけがわからんぞ。バルカさんのお父様バッカス D79 と私の父クラウス・バークタインが出会った時、惑星ラーザはアズライト星系よりはるか遠い銀河の果て、太陽系と呼ばれる場所にありました。太陽系。艦長、コロ、それは。太陽系にあった頃、惑星ラーザに住む人々は自分の星のことをこう呼びました。地球と。そんなはずありません。ラーザが地球だなんてそんな。父様はその星のことをアナザーアースと呼んでいた。アナザーアース？もう一つの大地？どういうことだ。ミスターヒースは地球の言葉を元にしたこの言葉の意味をすぐに理解できるのだな。このこと一つとってもラーザがアナザーアースであることに疑いの余地はない。僕たちの感覚だともう一つの地球って意味ですけど。その通りの意味だ。アナザーアースはあるはずのないもう一つの地球、異次元に存在した地球だ。そしてその地球は我が父と仲間たちが降り立って間もないうちに宇宙から完全に消滅したはずだった。ほう、消滅。ミスターヒース、以前話していたな。ラーザでは紋章石が発見されるより以前は別のエネルギー源で甲虫艦を動かしていたと。ああ。そのエネルギー源とはエクサリチウム結晶のことではないか。なんでそれを。それも
親父さんが言ってたってのか。ああ、我が父と仲間たちにとっては忘れ得ぬ名だ。なぜならアナザーアースが太陽系から消滅した直接的な原因はそのエクサリチウム結晶なのだから。我が父が降り立ったアナザーアースは未だ宇宙開発の途上にあった。全世界的に資源が欠乏し、科学技術の進歩も芳しくなかった。だがある日そこに先進文明の革新的なエネルギー源であるエクサリチウム結晶が持ち込まれた。そしてそれに見入られた一人の科学者が未完成の反物質反応炉でそれを制御しようとし失敗した。反物質？何それ？お前に分かるように言うなら、小指の爪の先くらいあればルバーリカを国ごと跡形もなく消すことができるヤバいエネルギーを持った代物だ。ざっくりしすぎだが、まあ間違ってはいないな。エクサリチウム結晶ならどんな小さな結晶だったとしても追消滅させた途端に惑星一つくらい吹き飛ばすのはわけないだろう。そしてその時用いられた反物質反応論の名がケビン。よくご存知ですね。父様も仲間も心から悔いていたと聞いている。バルカさんのお父様たちのせいではありません。全ては己を律することのできなかった母とそれを止められなかった父の責任です。母上の名はミラ・バークタインか。私の名がケビンなのは全くの偶然です。生みの親がこの名を私につけました。そして天地の全てが変わってしまった日、あの悲劇の日からしばらくして私は義父母と出会いました。